Hi, my son. Hi, Lori-san. Hi, what are we going to do today? Today, 今日は日本の会なので私が日本語で話してロリさんは英語で話します。Yes. Okay. で、YouTube の CC 機能をオンにしてもらえたらそこに、英語と日本語の訳の字幕があるのでそれも確認してもらえます。はい。で、今日は、日本の桜についてお話ししたいと思います。日本の春といえば桜で、桜といえばお花見ですよね。で、日本の、お花見の定義は綺麗な桜を見ながらなんか友達とか家族と、食べたり飲んだりお話しして楽しむことです。でも今はねちょっとコロナの時期なので大勢集まって食べたり飲んだり騒いだりするってことはできないので残念なんですけど、定義としてはお花見は、みんなでワイワイすることですね。台湾でもお花見をしますか？Yeah, we also have that. People in Taiwan also enjoy flower watching, but I think it's because of Japan, maybe. But it really depends on where you are. There are a couple of places around Taiwan where people would usually go flower watching. Like in the north, we have Yangming Mountain. There's this little alley called Pingjing Street. And also there's another site around a 15-minute drive from Jiufen Old Street to this place called Gold Museum. These places aren't big enough to have a picnic at, so people usually take pictures with the flowers and enjoy the view. 通常4月ですか？4月とか3月とか。2月？可能是2月吧。Sorry, I shouldn't be using Chinese. February. Okay. Because from what I know, our flower season is probably by the end of March. So February, between February and March. 日本より少し早い感じですね。Yeah, earlier. はい。で、今回の動画では、私が撮ってきた日本の今年の桜の様子を見ながら、お花見の歴史と桜が出てくる有名な、百人一首の短歌の一首をちょっと説明したいと思います。Okay. はい。まず、ちょっと私が撮ってきた桜の様子を見てみましょう。はい。これが、私が撮ってきた桜なんですけど、これしだれ桜です。ね、今この時期だけこの川の上に小道が設置されていて、このね川沿いの桜を楽しむようになっています。綺麗ですよね。ちょっと桜を下から見れるようになってます。で、この後、私が他の公園に行って撮ってきた桜のビデオを流すんですけど、私たちが話している、背景として流すんですけども、それはしだれ桜です。で、日本の桜の8割はしだれ桜で、ね、私もちょっと初めて知ったんですけども、全部日本の桜の、種類は分け方によっては分類によっては600種類以上あるそうです。Wow. 多いですよね。たくさんですよね。Yeah, so many. 台湾ではね、どんな桜の種類がありますか？色とか、ピンクとか白とか。Mostly white, pinkish white. Yeah. So Yoshino Sakura, I think most of them. ソメイヨシノ。では、ロリさんに質問です。日本人はいつから、日本人はいつからお花見をしていると思いますか？I'm guessing a very, very early period of time. So it's probably Nara 時代。正解です。イエーイ。はい。諸説あるんですけども、奈良時代、700年代にはすでにお花見をしていたと言われています。ただその頃はまだお花見は
桜ではなくって梅の花を、ね、お花見をとして鑑賞していたようです。で、その時ね、桜が好まれていなかったわけではないんですけども、その頃は中国文化をね、とても教養とされていたので、中国から伝来した梅の花を見る習慣があったようです。で、あと桜はとても神聖な花とされていて、桜の名前のさっていうのは、田んぼの神様を意味していて、で、神様が座る場所を意味しているのが蔵なので、その名前はその田んぼの神様と田んぼの神様が座る場所という意味の桜という名前が由来という説があります。そしてお花見に桜を見るようになったのが奈良の次の時代の平安時代です。はい、ここでまたロリさんに質問です。はい、平安時代に梅ではなくてどうして桜を見るようになったでしょう？はい、これちょっと難しいのでヒントを出しますね。ヒントは、梅はもともと日本にあったわけではなくって中国から伝来しました。これがヒントです。Well, but for starters, actually, I didn't know that Japanese people started ume viewing first, even if it came before. I don't know if it's like it's there already, but because Chinese people did it and Japanese people started doing it, I'm saying that I don't know which one came first, like the flowers. I'm just randomly guessing another theory. Well, plum trees blossom before cherry trees do, right? So I'm just guessing that people decided to do this at a warmer time. So they began cherry blossom viewing. Okay. But I'm sure I'm wrong. でもいいですね。いい推測だと思います。でも今回の答えとはちょっと違うんですけど今回は、シンプルな答えとしては中国との交流が減ったためですね。はい、でその時代まで遣隋使と遣唐使、そうですそうです、はい、この遣隋使と遣唐使で使節団を派遣してたんですね、日本から中国に。で、でも唐がだんだん衰えていって滅亡してしまって、それで交流が減ってしまったので、そこから、桜ではなくて、だんだんね日本にもともとあった桜を鑑賞するようになったと言われています。Yep, this makes so much sense compared to my answer. もう一つね、どうして桜が好まれたかっていうと、桜は一気に咲くっていうのと、花が下を向いているので、その下で宴会をするのに適していたんじゃないかっていうふうにも言われています。そして農民はまた違った目的で花見をしていたと言われているんですけど、はい、ロリさんに問題です。はい、当時の農民、平安時代とかですね、当時の農民は何のためにお花見をしていたと思いますか？これはちょっとね、難しいので3択にしたいと思います。はい、選択肢1、占いのため。選択肢2、厄払いのため。選択肢3、天気予報のため。さあ、どれだと思いますか？ Okay. Well, I've seen in Korean drama that it's used to get rid of evil spirits. I'm not so sure about Japan though. So I'm guessing the same for farmers back in Heian Jidai. They could be pretty superstitious still. So I'm going for the second one, yakubarai. Yay! That's right. Amazing. すごいですね。So the same like Korean people. 本当ですね。はい、そうです。厄払いのために、はい、お花見をしていました。
春を告げる桜の花は、厄も払ってくれるっていうふうに言われていたので、それでね、農民たちは、厄払いのためにお花見をしていたと言われています。はい、そうですね。で、人々の楽しみのためにお花見が広がったのは江戸時代というふうに言われています。はい、ここまでが、お花見の歴史ですね。ではちょっとまた、時代をね、平安時代まで戻して、平安時代に読まれた一つの和歌を紹介したいと思います。でこの和歌は、百人一首に載っている、百人一首の9番目に載っている和歌なんですけども、じゃまずね、その作者についてお話ししたいと思います。はい、この作者が小野小町という作者になります。はい、この、作者は平安時代に生まれた女流歌人だと言われています。で、有名なのはこの作者は本当に、美人だったっていうのがすごく有名な話で、絶世の美人だったと言われていて、日本でね、世界の三大美人というと、エジプトのクレオパトラと中国の楊貴妃とこの日本の、小野小町と言われています。はい、でどのくらい美しかったかというと、絵描きさんが小野小町の絵を描こうとしたけれども、もうその美しさにどうしても絵が描けなくって、その後ろ姿だけを描いたっていうふうに言われているくらい美しかったそうです。ただまだその頃の写真とかないので、イラストしか残っていないので、どんな容姿だったかっていうのはね、分かっていません。で台湾にもね、そのようにとても美しかったと言われている歴史上の人物とかっていますか？Well, unfortunately, I have not heard of an actual historical figure who was famous for her beauty. But we do have some ancient Taiwanese myths, like Greek and Roman myth, which described goddesses that were famous for their beauty. Okay, here I can mention just one myth quickly, like this one woman whose name was Pane. I'm not sure about the pronunciation though. She was so beautiful that all the crops withered when she walked by. Yeah, similar. And the villagers thought that she was evil, and this whole thing might have been witchcraft or the like. She was very depressed and died of that. Two young men who had been fighting with each other for her somehow got angry with each other again because of this, and threw huge rocks to the locations of the tribes that they each belonged to, which ended up being two actual places of Taiwan nowadays. Oh, okay. Yeah. So instead of answering your question, I shared an interesting story. 面白いですね。ありがとうございます。はい、じゃあ次にこのね、和歌について紹介したいと思います。じゃあまずね、この和歌を読みますね。はい。はい。花の色は移りにけりないたずらに、我が身世に降る眺めせしまに。これは古文なのでちょっと分かりにくいですよね。でまず、この歌詞に、この和歌に桜が出てこないって思った人もいるかなと思うんですけど、この花っていうのが、昔はね、その頃はもう桜を意味していたので、花っていう単語が出るともう桜というふうに意味しています。でまず花の色はなんですけど、これはね、桜の色っていう意味と、あと、女性の美しさの2つですね。この女性の美しさっていうのも暗示しています。で、移りにけりないたずらに。移りにけりなっていうのは、変わっていく。桜の場合は色が、落ちていくとか、衰えていく。女性の美しさも衰えていくということを意味しています。で、いたずらにっていうのは、無駄にとか知らぬ間にとかですね。で、その次に我が身世に降る眺めせしまに。この我が身世に降るの、降る
は掛け言葉になっていて2つの意味があります。で1つは雨が降るっていう意味の降る。でもう1つは、過ぎる、時が過ぎるっていう意味の降るという意味になります。で眺めせしまに。で眺めっていうのもこれも掛け言葉になっていて2つの意味があって、1つは、長雨ですね。長い雨という意味の長雨。でもう1つが眺め、見るっていう意味の眺めですね。で眺めせしまに。眺めているうちに、雨が降っているうちにっていう2つの意味があります。で、これ現代語訳をすると、桜の花はいつの間にか色が薄れてしまった。で私の容姿、小野小町ですね。私の容姿も衰えていってしまった。物思いをしている間に長い雨が降り続いてというような意味になります。なんか悲しい切ない歌ですよね。小野小町が絶世の美人だったので、だからゆえにだんだん時が経って衰えていくっていうのが、ね、苦しかったのかもしれないですよね。はい、どうでしょう、ロリさん、この歌どう思いますか？This reminded me of this one episode in the movie we mentioned last time, A City of Sadness, where two characters were talking about a suicide incident back in the Meiji Shin, the Meiji Restoration period. A Japanese girl committed suicide in the falls. She left a note saying that her life was so complete, so full that she didn't know what could come next or what to do next. So she chose to die at the highest point of her life, sort of to honor it. And somehow the act encouraged a lot of people at the time. That was what they said about how much and why Japanese people were in love with cherry blossoms, because after the full bloom, the flowers would end and they would fall in a graceful manner. They leave with the wind instead of ending up withered like some others. And Japanese people appreciate that ending and think of it as a symbol of Japanese spirit. So here I feel like this person may be a woman. She's sad about not doing anything to live her life to the fullest. And instead she's allowing herself to perish like sakura in the rain. This is sort of like a complaint or an expression of grief. That's like my opinion. What do you think? そうですね。そうですね。桜は本当に一気に咲いて一気に散るっていう感じですよね。だから、ちょっと切ないイメージがありますね。はい、ここまでです。今日はね、日本の桜のお花見ですね。お花見の歴史と、桜を題材とした百人一首の一つの、一首の和歌をちょっと取り上げてみました。I'm sure the audience have learned a lot from today's video. はい、そうだといいですね。ぜひまた登録してもらって、また次は多分、台湾の回ですね。台湾の回で中国語の回になるので、またぜひ遊びに来てください。Okay, see you next time. Alright, see you next time. Bye.